時丸田中の測ってみようのコーナー。イエーイ。はい、ということで、皆さんこんにちは、時丸です。今日はねこの画角で失礼します。で測ってみようのコーナーってちょっと定期的にやってるっぽく言ってますけど、雰囲気だけで初めてです。はい。で今ねここに物たちを並べてるんですけど、実はこのはかりですね。このはかりを借りまして、友人から。で、いつもね、物の重さを測ることが、物の軽量化につながるっていう話をよくしてると思うんですけど、で、僕自身はその物の重さを全部測っていて、で、直近で言えばその持ち物55個しかないので、55個をすべてリストにして、で、どれがいくらっていうものを全部つけてます。ちょっと気持ち悪い感じですけどね、多分普通の人からしたら。全部測ってます。で、ただ、その中で、スペックが出てるものと出てないものがあるんですよ。例えばメーカーでね、ハイキングギアとか、こういう、例えば、バックパックとかっていうのは、その、バックパックの重さがいくらかっていうのが大体出ていますね。で、それもメーカーが計算して、計量して、出してるものが公式に載っています。ハイキング系のギアとか、やっぱアパレルとか服とかもそうですけど、大体そういうものは何グラムっていうのが大体ついてるんですけど、なかなかね、その重さがオフィシャルでないアイテムっていうのがあります。で、今回はちょっとそういうものを今ピックアップしてみました。で、実際に重さを測っていきたいと思います。で、自分のリストにつけていこうかなと思います。で、この中でも、一応測ってるものはあるんですけど、大体自分のその感覚値をもう一回確かめるためにも、これは何グラムかっていうのをね、測っていきたいと思ってます。はい、やっぱり、物の軽量化っていうのは、僕はハイキングですね。登山から結構学んだことが多くて、やっぱりなるべく背負うものを軽くすることによって長い距離を歩くことができるっていう、もう本当にシンプルなことなんですけど、なかなか、奥深いです。やっぱ機材とか物の重量を減らすと、やっぱりそれだけリスクが上がったりもするし、で、もちろん減らせば減らすほど歩きやすくはなるんだけど、その防寒性が下がったりとか、山での調理がしにくくなったりとか、食料のね、食料が取りにくくなったりとか、そういうことが起きたりするので、結構その重さと快適さっていうのはバランスが難しくて、それを毎回の旅とか山で試行錯誤しているような状況です。はい。で、今回ね、ちょっとどういうものがあるかっていうのをまず見ていきたいと思います。はい。だいたいこんなものですね。はい。左上からエマージェンシーキット、ペン、歯ブラシ、それからバーナー、ビクトリノックスのナイフ、クラシック SD、ネイルクリッパー、スポーク、箸、ストラップ、カメラストラップ、で、クッカー、マグ、で、ネスカフェゴールドブレンド、手ぬぐい、バッテリー、印鑑、ダンタフのソックス、そして、キノクリアンオリジナルジップウォレットっていう感じになっています。はい、ということでそんなラインナップで一個一個ね、測っていきたいと思います。皆さんもよかったら、だいたいこう予測しながら測っていくんで、何グラムかっていうのをね、ちょっとね、予測していただきたいと思います。これ当てれたら結構ね、すごいですよ。じゃあちょっと手始めにやっぱりこういう、簡単なっていうか、これスペック出てるようなクッカーですね。私が使ってる、エヴァニューのチタンクッカー。で、400FD というモデルで、蓋がついてます。蓋別売りなんですけど、こういう風についてて、で、今これだけで、食事関係は全てやっています。で、家でも山でも使うし、で、これだけ持ってれば自分の食事が全て、できるような状況ですね。はい。で、キッチン関係で言うと、これと、このスポーク。フォークですね。デザートフォークみたいなもの。これは和歌山のデザイナーさんが作ってるブラスですね。銅で作られてるんですけど、結構重量があります。で、あとは、いつ買ったかわかんないような無印良品のお箸。このもう3点セットと、あとマグカップっていうのが自分のキッチンセットですね。これをまず測っていきたいと思います。これもスペック出てるから、だいたいわかるけどね。だいたい47とか50だったかな。いきたいと思います。49で、プレート。
14g。合わせると、はい、63g です。はい、チタンでね、チタンで軽いですね。やっぱね、63g。で、耐久性高くて、壊れにくいし、もう1年ぐらいになるんですけど、そろそろ。この容量でね、いってますね。63g でした。続いて、カップ。ファイヤーキングのマグです。これね、結構ガラス製で、重いんですよ、割と。ミルクガラスっていうね、ガラスで作られてるんですけど、よく僕がネスカフェ飲んでるやつですね。これいきたいと思います。これはもう僕も結構覚えてるのも多いんですけどね。だいたい測ってるんで。でもちょっと覚えてないのもあるんで、247g。だいたい250。247。247。いきます。247g。6、246でしたね。1g だけちょっと逃しましたね。246。246って覚えたらいいね。覚えやすいね。2465線っていう、あるから。はい、246g です。なかなか重いですよね。これは山に持っていくことはないんですけど、もう、マグカップ僕これだけで全部やってるんで、もういろんな用途に、コーヒー飲んだりもするし、紅茶飲んだり、あとはここでシリアルとかオートミールとか食べたりするし、ご飯食べる時もある、たまに。そういうもういろんな使い方します。で、電子レンジ OK なんで、結構耐熱性が高いカップになってます。で、実はでもこれ1960年代のヴィンテージものなんですよ。なんで、実は作られてから60年経ってるっていう、それが今使えるってすごくないですか？この60年前のね、マグカップが使えるっていう。はい、ちょっといろいろあるんで、どんどん行きたいと思います。じゃあ、グラスに関連するところで、ネスカフェゴールドブレンド。しかも、切れかけのネスカフェゴールドブレンド。容量がね、こんな感じで全然入ってない。これもね、だいたいこのグラスとも同じくらいだから、結構近いんだよね。246に。246に近い感じはある。200、一緒でいくか。220。220でいく。220でいきます。さあ行きましょう。220。おー！奇跡じゃないですか。これ奇跡じゃないですか。246。で、今これ246です。もうこれと、マグカップとネスカフェゴールドブレンドの重さが今同じになってます。すごいことが起きてます。このホワイトボックスで。これはすごいことが起きてます。重さがですね、一緒になってると。246です。びっくりした。たまげたこれ。たまげ丸田中だこれ。びっくりした。同じだよこれ。ネスカフェと。はい。じゃあ次行きましょう。これは、僕測ったことないんですよ。続いて、手ぬぐい。ババン。これ、つば九郎山荘のね、僕が唯一持ってる、あとはファミリーマートとかセブンイレブンの500円タオルっていうのを使ってるんですけど、これ一つでね、だいたい旅に出るときとか山行くときはもうこれだけで、行ってます。で、つば九郎山荘で買った思い出の品でもあって、で、そこに行かないと買えないから、なんかね、記念品的で、この手ぬぐいを使ってますね。で、手ぬぐいはめちゃくちゃ速乾性があって、すぐ乾くから、本当になんかパパッと拭いて、例えばバックパックにくくりつけといたら、もう歩いたら5分ぐらいで乾くんですよ。むちゃくちゃ乾きやすい。で、綿100% で結構乾きやすいくせに水分も、なかなか吸水性があるし、で、軽いっていうね。これが一番のポイントですよね。軽くてコンパクト。こんなになるんだから、もう折りたたんだら。だからこんなになるから、本当にこういうなんかちっちゃなところにね、ポケットとかに入れられるんで、すごく、手ぬぐいが好きですね。で、結構その日本的なっていうか、なんかこうジャパニーズな感じもするし、日本的なアイテムでもありますしね。手ぬぐい好きです。行きましょう。これね、測ったことないんだよな。いくつだろう。40ないかな。30。30でいきます。30g。ミニマリストの挑戦だ、これは。30。
はい、手ぬぐい 35g です。うん、結構近いところ行ってきたね。なんかこの辺で分かってきた。246でしょ。で、手ぬぐいが35g で。はい、35g です。じゃあ続いて、もうね、右側からこう行きますよ。ずっとね。続いてこちら。ババン。ストラップ。これハンドストラップっていうかリストストラップですね。こう手に巻きつけて、僕結構コンパクトなカメラしか使わないんで、こういう風に、リストに巻きつけて使うようなタイプのストラップです。あとは、これがいいのは、バックパックのこういうベルトとかに固定をして、で、ここにカメラを取り付けることができたりする。で、手ぶらで歩くことができるっていう風なアイテム。だから僕は最近、こう首掛けのストラップっていうのは全く使わないですね。あれはもう肩も凝るし、うん。あと、最近、結構動画の撮影が多いっていうのもあって、ハンドリングがね、ストラップがあるとやりにくくなるんで、結構ハンドストラップを使ってます。で、これもね、確かね、オフィシャルで重さが出てなかった気がするんですよ。うん、ピークデザインっていうね、結構メジャーなメーカーなんですけど、なんで測っていきたいと思います。これも近いかな ?35。うん、32ぐらいでいきましょう。うん、32グラム。予測、32グラム。軽いか。軽いか。軽いな。25だな。25g でした。軽いですね。うん。25g。これは軽い。だからカメラに付け加えたとしても 25g しか増量しないっていう感じになる。これは軽いな。よし、小物系いきますよ。小物系。うん。小物系ね、こんな感じですね。はい。小物系いきましょう。箸からいこうかな。箸からいきましょうね。無印良品のお箸です。もういつ買ったかわかんない。もう結構使ってんじゃないこれ。10年ぐらい使ってんじゃない無印良品で買ったかさえも覚えてないから、なんとなく無印っぽいから無印良品の箸って呼んでるんだけど、無印良品じゃないかもしれないですね。12つで、14。14グラム。もっとあるかなどうでしょうか ?14 グラム。来てるね。うん、来てる。来てます。はい。私の、測りのセンサーが、高まってきてます。17グラムでした。3グラム差ですね。17グラム。はい。軽いですね。17グラム。続いて、ババン。メインドインジャパン。インダストリアルプロダクトマテリアルブレス。ルーデザインのスポーク。デザートフォークっていうのかなデザートフォークです。ルーデザインのデザートフォーク。これはね、ブラスだから、結構、金属の重量があるんですよ。だから、意外と、傘は小さいんだけど、箸よりも。多分、こっちの方が重いんですよね。はい。いきます。20グラム。20グラムです。20でいきます。さあ来い。さあ来い。惜しい。惜しいな。18グラムでした。はい。18グラムです。18グラム。さあ続いて、どんどんいきますよ。ババン。ネイルクリッパー。フィンガーネイルクリッパー。爪切りです。で、これは、日本のカイというメーカーのフィンガーネイルクリッパー。よくセブンイレブンとかに売ってるやつですね。100均ではないんだけど、コンビニで売ってる500円くらいの爪切り。で、僕はこれが好きで、切れ味がめちゃくちゃいいんですよ。で、これは、必ず、ハイジンアイテムの中に入れてるものですね。はい。この間、ハイジンアイテムって言ってたら、それをハイジンっていうね、肺になる人っていうか、廃人と捉えた方がいて、廃人、そういう廃人でもいいんですけど、これもね、結構重いよね。中がステンレスっぽい感じもするし、これ25。フォークより確実に重いと思う。25だ。25でいきます。予想 25g。重いね。フィンガーネイルクリッパー重いね。
39ありますね、これね。39g。これはもう少し小型軽量化もしかしたらできるかもしれません。でもね、どこでも手に入るから、で、切れ味もいいから、いいんだよね。結構気に入ってるんですよね。39g。さあ、続いて。こちらもまあたまに紹介してたビクトリノックスのクラシック SD、マルチツールです。で、私が持っている唯一のナイフ、包丁ですね。僕包丁を持ってないので、これ一つで調理してます。はい、キッチン、街でも、家の中でも山でもこれ一つだけでやってます。で、ハサミとか、あとヤスリとか、いろいろいくつかついてて、結構使い勝手がいい、マルチツールになってますね。これね、いくらだったかな。これも多分ね、スペックが出てると思うんですよね。もっとあるかな。25でいきたいと思います。さあ、どうでしょう。25g 予測。軽いなぁ。もっと軽い。はい。ということで、21g ですね。はい。やっぱりこの小ささなので、かなり軽く作られてますね。21g。軽いということはもうどこでも持って行っても大丈夫だっていうね、そういう感じがありますね。はい。で、あとは、まあ、登山系の道具行きましょうか。これもね、スペック多分出てます。はい。バーナーですね。プリムスというメーカーの、フェムトストーブだったかな。フェムトストーブ。エッセンシャルズアイテムに、私のリストに入ってると思います、これも。で、もうこれ、いつもね、外のバーナーとか使ってたんですけど、ちょっと初めてね、今年から、プリムス使ってて、で、やっぱりこれコンパクトで軽いんですよね。うん。外のバーナーよりも軽いんで、ちょっと軽さでね、選んでます。あとは、この先端部分に、これちょっと映るかわかんないけど、こう、網っていうかな、なんか鉄の、こう、網メッシュみたいなのがついてるんですよ。このおかげで、火力調整がかなり効く、アイテムですね。だから結構とろ火とか、ああいう細かな火力調整ができるんで、とろ火ができたりして、ものすごく使いやすいものになってますね。で、一応こう着火のこれもついてる。まあ、つきにくいんだけど。はい、これはね、確か40、もっとあるか、67ですね。はい、記憶では 67g です。プリムスのストーブ、フェムトストーブ67。惜しい。64。64でした。うん。はい、ちょっと記憶をアップデートします。64g。67だと思ってたんだけど。はい。64g です。はい。で、次はですね、歯ブラシ。またしょうもないでしょ。またしょうもないもんを測るなって思ってるでしょ。ただね、これも私がお気に入りの歯ブラシで、ビークイーンっていう、はい、BMD っていうね、もうメーカーの歯ブラシで、もう僕はもうこれしか使いません。基本的に。で、これは歯医者さんにね、もうお勧めされて、もうそれ以来ずっとこれですね。はい。で、測ったことないんだけど、プラスチックの普通の歯ブラシですよね。15でいこうか。15でいきます。磨き心地がすごいいいんだよ。どうでしょうか。おー、これは面白い。迷ってる。10か11かで迷ってるね。だからちょうど 10.5 って感じなんでしょうね。これ細かいメモリがいけないから、10か11、11g。11g ですね。まあわかりやすく10としときましょうか。うん。歯ブラシは 10g っていう。はい。そういう感じです。続いて、ペンです。これも紹介してますね。昔ね。ちょっとピンとこないな。今来てる。はい。で、ペンです。ペリカンのスーベレーンという私が唯一持っているペンになります。これも測っていきたいと思います。予測 24g ペリカンのペン。惜しいね。ホールインワン来ないね。はい。ということでね、22g でした。惜しい。あと 2g だ。22g。でも近いとこ行ってますね。まあ、ペンにしては22g っていうのは重いのかもしれないけど、なんか、あまり軽くてもね、結構重いからこう書きやすいみたいなところもありますよね。うん。まあ、質感含め気に入ってますね。22g。はい。
もうこう言いながら自分にこう、記憶の中に今、重さをね、入れてます。はい。じゃあ続いていきましょうか。はい。続いてこれですね。エマージェンシーキット。で、これもうちょっといろいろ入っちゃってるんですけど、登山用のエマージェンシーキットですね。で、これもひとまとまりとして僕はちょっと捉えていて、中に鎮痛剤とか、バンドエイドとか、ダクトテープ、ガムテープとか、なんかそういうものが入ってます。はい。あとあれね、ボラギノールね。お守りとしてのボラギノールね。これまあどっかで紹介してると思うんですけど。これは、まあまあいろいろ入っていて、多分ガムテープが、ダクトテープがちょっと重いんですよね。削ってはいるんですけど、45でいきます。45予測。軽いね。思ったより。はい。ということで、思ったより軽かった。30ですね。30g です。エマージェンシーキット。うん。30は軽いね。結構ね。はい。続いてですね。こちらです。ババン。ダーンタフのソックス。これも過去に紹介している、もう今使っているメインの、まあこれしか持ってないけども、ダーンタフソックス。はい。ウール素材と、ポリ混合のアメリカのガチガチのソックスメーカーが作っている、で、その中でもランニングモデルで一番軽くて薄いモデルになります。はい。で、これはね、重さのスペックが公式に出てないんですよ。だから測ってみたいなと思ってて。これはね、まあ軽いんだけど、まあ、言ってもまあ、衣類だからな。30。40かな。40あるね、多分ね。40。だから片方20って感じかな。40でいこう。全然外れてるわ。全然外れてる。27g でした。軽いね。ダーンタフソックス軽い。27g。ということは、一つ 13g ってことですね。13.5g しかないってことだ。うん。これは軽いね。全然だからこれはもうコンパクトにもなるし、軽いから、一つじゃなくて、替えの靴下をね、持っていくのもいいですね、これは。うん。で、これ僕二つ持ってるんで、これを2組でやってるんでね、ちょうどいいと思います。はい。軽いです。27g。さあ、続いて。まあ、これもしょうもないけど、手放してもいいんだけど、なかなかね、そういうこう、書類とか作るときにやっぱり未だに印鑑っていうのが必要になってくるときがあって、印鑑持ってます。で、こういう割とミニマルなコンパクトなケースに入ってて、まあ、田中ってね、田中の印鑑っていう感じです。私の。普通の田中の印鑑、ケース付き。18でいきましょうか。18。近いね。結構近いね、これは。当たりじゃないですか、ほぼ。ピシャリ賞は出てないんですけど、結構これは近いんじゃないですか。20g です。ちなみにこの中身の印鑑だけだといくつだ ?6g ですね。6g。だからケースが、14g ってことか。うん。だからこれもケースを手放すことができれば、もっと軽くすることができるってことですね。で、そうなるとこれケースに、手肉がついてんですよ。だからこの手肉がちょっと便利だなとは思ってたんですけど、意外とその印鑑を使うシーンを振り返ってみると、大体そのお店先とか契約先とかに置いてることが多いんですよね。だから、まあ、手肉は手放せなくはないかなっていう感じはしますね。ケースの方が重いから、なんかそれってこう、無駄な感じがしますね。うん。そういうのって結構あると思いますよね。なんかケースだけが重いというか、本体よりも重くなっちゃってるというパターン。はい。じゃあ続いて、バッテリーです。はい。これはね、なんかまあ、あまり皆さんには関係ないかもしれないですけど、ソニーの Z バッテリーっていう、まあソニーのカメラで使うような一般的なバッテリー。これ結構重いんだよね。うん、これ結構重いんですよ。50かな。50あるかもしんない。もっとから40にしよう。40です。40でいきます。さあどうでしょう。ソニーの Z バッテリー。あ、全然重いわ。83g。
重いね。83g ですよ。やっぱりね、バッテリー関係ってそう考えると重いんですよね。ほら、モバイルバッテリーとかもあるじゃないですか。で、僕モバイルバッテリーも使ってるんですけど、で、どうしてもでもこのカメラのバッテリーに関しては、撮影するときは必ず必要で、しかもこれ3つぐらい持ってるので、3波20、240g か、それだけでも。なるほどね。じゃあそれを全部持っていくことになると 240g が重量に加算されているっていうことだから、結構重くなりますよね。こんなにサイズは小さいのに、これで 80g あるっていうことは、ね、さっき測った、これらの細々としたものよりも全然重いわけですから、多分、あれじゃない、コーヒーとかマグカップとかの次に重いんじゃないかな。今日出た中では。これは意外でしたね。意外と80あるっていうことを頭の中に、入れておこうと思います。ソニーの Z バッテリー 80g、83g か。83g。重い。はい、じゃあ最後いきます。はい、最後。これです。おなじみの。ちょっとお札入ってるんで、抜きますね。お札だけね。はい、最後。時丸田中オリジナルじゃない。紀ノ国屋オリジナル。時丸田中ジップオレット。これです。でも、見てください。このユーズド感。紀ノ国屋のロゴとかが全くなくなって、何もない普通のこういうペラッペラになってますよね。これもう、ここまで来たらそろそろ穴が開きますよっていう合図なんですよ。使い込まれてるでしょう。使い込まれた紀ノ国屋オリジナルジップウォレット。時丸田中。いきます。これはね、だから財布なんですよ。財布なんだけど、この重さかっていうのが、もう衝撃ですよ。おそらく4とか4グラムです。4グラムいきましょう。はい。来ました。3グラムです。想像の一つ上を行きましたね。紀ノ国屋オリジナルジップウォレット。重さ3グラムわずか。はい。だからほとんどもう重さがないに等しいってこと。だからこの中に現金とかカードを入れたら、もう実際その中身の重さでしかないっていうことです。そうなってくると、世界一軽い財布と言ってもいいかもしれない。はい。世界一軽い財布。相変わらずね、これを使い続けています。そしてもう今ほとんどキャッシュレス決済になっているので、これを出す場面はほとんどありません。山に行くときとか、ちょっと地方のね、現金しか使えないような飲食店とか、そういう時のためにあるようなものですけど、雨も大丈夫だし、全然機能を十分に果たしてくれてますね。はい。ぜひ、おすすめです。で、詳しく知りたい方は昔、過去に、紀ノ国屋オリジナルジップウォレットの動画を上げてるので、そちらもチェックしてみてください。はい。ということで、今回は以上です。物の重さをただ測る動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。チャオチャオ。